ラピュタのサイズはどんだけなのか測ってみよう。これがラピュタ自体の模型なんですけど、これを企画制作している 3K アートっていうですね、会社の担当者の人と偶然に話したことがあるんですね。この 3K アートという会社がもともとはおもちゃの会社ではなくて建築模型の会社なんですね。ジブリの建物って面白いっていうふうなことでわざわざですねジブリに企画持ちかけて映画の中に出てくるものを精密な建築模型として再現したい。ジブリの方はジブリの方で、いや実は宮崎駿っていっぱい嘘ついてますと困ったことが出ますよって言ったんですけど、それは映画のセットとして当たり前だから、じゃあちょっとそれ話し合ってっていうふうなことで、だからジブリから資料をもらって、ちょっとここ矛盾がありましてジブリ側に質問状を出してっていうふうなことでできたのがこのシリーズなんですね。なのでかなり実はこれ正確なんですよ。で、この丸い部分、この小さい丸い部分ありますね、この緑の部分、今回のラピュタのサイズ算出のですね全ての基礎になるパズーとシータが乗っているタコが不時着したテラスがこの丸い部分なんですね。このカットです。墜落したタコの翼の幅ですね、折れ曲がってるだけで折れてないんですね。タコのサイズが分かればこのテラスの直径がほぼ分かるようになります。このコックピットは後にパズーとシータが2人で乗るんですけども、だいたい子供の2人がですね体をぴったりくっつけないと、乗れないようなサイズですね。タコのこのコックピットの幅を僕は100センチ1メートルだというふうに考えました。でこのコックピットが分かると翼を伸ばすシーンがあるのでですね、これでこのコックピットと翼の比率からですねこのタコのサイズが分かりますですね。翼長がですねこれなんと12メートルあります。かなり大きいんですよ。2人乗りでパズーがですね操縦して、動力もないタコを飛ばすには確かに翼長12メートルぐらい必要なんですね。これぐらいの翼の面積が必要。さすが宮崎駿というふうに思いました。この12メートルが分かると翼がやや畳まれている状態のタコとこのテラスのサイズがほぼ特定できます。フラッシュしてるのでこの翼の幅を8メートルというふうに仮定して、僕はテラスの直径を30メートルというふうに計算しました。でこれでやっとラピュタ全体のサイズに取り掛かれるわけです。テラスがすいません、こんな話みんな大丈夫？本当に俺すごい楽しいんだけどもテラスが直径30メートルだとしたらですね、このテラスと本体をつなぐ橋の長さがですねおそらく44メートル。意外なことにテラスよりちょっと長いだけなんですね。そうするとですねラピュタ全景が引きで見えるシーンがあってですね、ここでこの長さが40メートルだとすると、このラピュタの中心部、ここですね、ラピュタの中心部からの半径がですねほぼ335メートルというふうに分かりました。でこの半径さえ分かればラピュタ全景がですね、ここの半径が335メートルと分かるとですね、ラピュタ回廊まで、つまりこの一番外側までのですね半径は、テラスの通路のほぼ20倍っていうのが分かりました。つまりラピュタの半径は880メートル、ラピュタの直径は1760メートルっていうのが分かるわけですね。直径 1.7 キロの構造物なんですよ。思ったよりでかいんですね。では東京上空にラピュタが現れるとどれぐらいのサイズになるのかですね。これ皇居の真上にけしからんことにですね、皇居の真上に日本人を降伏しなさいと言ってラピュタが現れてしまった場合、皇居がほぼすっぽり入る大きさなんですね。かなり大きいんですよ。ちょうど皇居と同じぐらいのサイズで、いや下手したらこれわざとかなと思ったんですけどもですね、もともと皇居も江戸城ですから、でっかい城というのを作ったら大体リアリティを持って考えると直径 1.7 キロのですねラピュタぐらいのサイズになるっていうのが分かります。一応新宿上空に浮かれてみました。上の方はですねもう大久保新大久保のぐらいになってですね、西の方はですね都庁まで行ってですね、で、南の方はですね代々木の方を越えて、新宿御苑が半分ぐらい隠れてですね、東の方はですね新宿三丁目の辺までも覆ってしまうぐらいの巨大な、これがラピュタのサイズです。ラピュタはやっぱでかいよなというふうに思うんですけども、このラピュタがですね本来のサイズではないと。実際のですねラピュタっていうのは本来どんなものだったのかですね、その700年前ですねシータたちのご先祖がラピュタを捨てた時には
このサイズまで縮まってたんですけども、その下にはですねさらに第2層騎士たち戦士たちの住む城下町があって、第3層エデンの園と言われるですね自給自足になるような農園が広がっていて、第4層ラピュタ人、一般のラピュタの住人たちが住んでいるですね、下の世界の人たちが訪れることもできるような巨大な構造物がついてたわけですね。これがですね本来のラピュタです。つまりこの神殿構造と第一層の王様が住んでるところだけがここにちょこんと載ってるだけでですね、この下は本来ここが 1.7 キロなんですよ。でこの下にこれぐらいでかいものが空中に浮いてたのがですねもともとのラピュタだったんですね。残ってるラピュタのサイズがさっきも話したように直径 1760m、1.7 キロです。じゃあ本来のラピュタのサイズどれぐらいかっていうと、ここからここまでをですねそれを元に換算してみると直径 5.8 キロですね。高さに至っては 3.7 キロですね。ほぼ富士山と同サイズです。